素晴らしい朝だ。おはようございます。私は今石垣島に来ております。沖縄本島の南西約 400km にあるリゾートアイランドに来ております。今朝の6時56分。今から朝食を調達してからの、日本最後の秘境西表島に向かいます。やっぱ朝だと道空いてていいですね。で、風はそんななくて、船もね欠航しないそうなので、いや良かったです。すごい朝の石垣島、ここだけ見たらもう全然離島感ないですけど、そして今年もやってきてしまいました。知念商会、ここがやってるよね。ここが朝7時からやってるんですよ。もう朝食といったらもうここなんですよ。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。じゃあここでということで、石垣島のご当地グルメ鬼笹で有名な知念商会さんにやってきました。ちなみに鬼笹とはおにぎりとささみフライの略でございます。作り方はとてもシンプルで、袋の中にまずささみフライを入れ、その後に好みのおにぎりを入れます。そしてソースなどをかけてささみフライの形に合わせておにぎりを握っていきます。ちなみにおにぎりはこんな感じで種類が豊富でございます。しかも1つ100円です。個人的にはこれがめちゃめちゃうまいのでおすすめです。調味料はソースの他にも醤油や塩、七味などもあります。スケロックやあとお弁当もね、種類がたくさんありました。よいしょいということで購入しました。ありがとう知念商会。そして、ここ鬼笹で有名なんですけれども、朝から揚げ物食べるとちょっと危ないんでね、胃袋が。今日はちょっと西表島のトレッキングで、かなり長時間ずっと島の中にいるっていうのと、トイレがねないんですよ。トレッキングコースだとトイレがないので、万が一お腹が痛くなったら大変なので、今日の朝はおにぎりと煮卵だけにしました。離島に行くとかじゃなくて、ただ石垣島観光する日に、朝飯で買いに来る方は、鬼笹、1回はね食べてみてほしいですね。ちょうどいいんですよね。意外と相性がいいっていう。おにぎりとささみカツをこう潰してねギュッてやるんですけど、見た目はねパッと見あれなんですけど、意外とうまいっていう。ちょうどいいのとなんかめっちゃ安い。おにぎりとか去年も100円で安っと思ったんですけど、今年も100円っていう、心配になるくらい安いんですよね。そして離島ターミナルやってきましたが、朝7時16分で第一駐車場は満車です。第一駐車場はね基本的に満車だと思った方がいいですね。ただ第一駐車場のこの隣ですね、ちょっと歩きますけど、1分2分歩きますけど、ここに第二駐車場があるんですよ。でこれで満車になったら泣ける。これで満車になると今度第三駐車場になるんで、そうすると結構遠いんですよね。よいしょ。満車になってないよね。セーフ。朝の7時18分に離島ターミナル到着しました。今日はね船の運航状況がちょっと怪しかったんですよ。で朝6時くらいに運航状況発表されるんで、今日は5時49分とかだったんですけど、それで万が一欠航だった場合1時間以上早い船に乗って遠回りルートで行くことになるんで、それを考慮すると、今日は早起きするしかなかったんで、ということで準備して離島ターミナル行きます。第2駐車場こんな感じです。朝からたくさんの車が止まっています。ちなみに石垣港フェリーターミナルには具志堅さんの像もあります。記念撮影スポットとして人気です。そして今の期間は石垣島アフロ月間開催中とのことで、助け金かけられていました。そして今から西表島の上原駅に乗るんですけど、今のところ運行状況的には大丈夫そうですね。しかしこの後まさかの展開になってしまいました。フェリーターミナルはこんな感じの雰囲気になっており、惣菜屋さんやお土産屋さんもあります。おにぎりやお寿司も売っていました。このジューシーマジうまい。そしてついに出港の時間になりました。今回は安永観光さんのフェリーで西表島の上原港に向かいます。ということで今緊急で回してるんですけどもうネタとかオマージュとかじゃなくてもガチで今緊急で回してるんですけど、どうして今車の中にいるのかというとですね、今日の西表島の、船乗船と、ツアーですね、アクティビティツアー、キャンセルしました。ですね、もうギリギリまでめっちゃ行く気満々で、めっちゃ行く気満々になったんですよ。で船乗る時にチケット見せるんですけど、船のチケットを見せた瞬間に
今日日帰りですかって言われて、はいって言ったら、行きは行けるけど帰れない可能性がありますみたいな。で長期滞在、西表島に2泊します3泊しますみたいな人だったら、台風が通り過ぎて風の影響も受けないから帰ってこれると思うんですけど、今日は午後からしけの予報なので、今のところ運航予定ですけど、もう帰りの便、最終便の予定だったんですよ。自分はもう4時台とか5時台で帰る予定だったので、ってなってくると、夕方になってくると、ほぼほぼきついみたいな感じで、多分帰ってこれないみたいな。で今日帰ってこれないと、明日が一番台風の影響を受けるんですよ。今日はギリギリで、今日の夜から明日がやばくて、で今日帰ってこれないと明日も帰ってこれないんですよね。ってなってくると、今日水曜日で、水曜日行ってで帰ってこれなくて、で木曜日も帰れなくて、で金曜日に帰ってこれるか来れないかなんですよ。ってなってくると、下手したらね72時間ぐらいロスする可能性があるので、ちょっと諦めましたっていう。ただ個人的にはまだ分かんないですよ。もしかしたら今日なんだかんだ船運航するんかいってなるかもしれないですけど、個人的にはちょっといい判断だったのかなとは思います。ということで、スケジュールを前倒ししまして、もともと明日行く予定だったスケジュールを今日にずらして、いきなり、最北端向かいます。北端エリアから真ん中ら辺までですかね、南下しながら観光していきます。ということで出発。竹富島も悩んだんですよね。西表島はちょっと距離があるんで怖いですけど、竹富島だったら半日だけ観光して、昼過ぎくらいにすぐ帰ってくるとかだったら大丈夫かなとも思ったんですけど、ワンチャンあるんでね、行けるけど帰ってこれないはちょっとね、さすがに怖いよねっていう。こんな時もあるんですよ、離島旅は。なので離島旅するときはもう5泊とか6泊とか、長期滞在で万が一天候に恵まれなかったとしても、リスケできるような日程、長期滞在で来るのがいいですね。で離島ターミナルから最北端までは1時間ちょいぐらいですかね。着々と最北端エリアに向けドライブしております。この道すごい、石垣島ならではの素晴らしい並木道を進んでおります。だいぶ進んできたと思ったけど、まだあと30キロあります。アイランド感が溢れてきましたね。で石垣島は、海のイメージがね強い人多いかもしれないんですけど、石垣島は意外と山がねジャングルなんですよね。ただ観光スポット回ったり離島旅したりとか、いろいろ楽しみたいとかだったら石垣島は、総合的にバランスめっちゃいいと思います。あとグルメもコスパいいです。ちなみにさっきの離島ターミナルから最北端の灯台今向かってて、で30数キロの道のりなんですけど、ナビのルートにもよるんですけど、30キロ地点くらいからですね、もうコンビニとかは全くないので、自動販売機はありますけど、飲み物とかね、軽食とかは買っておいた方がいいと思います。あとは道幅があって、まっすぐなんで、ついついね飛ばしがちな道の作りにはなっていますが、冠橋とかが突っ込んでくる可能性あるんでね、石垣島は50キロ制限になっております。北奥の方に海が見えてきました。めっちゃ綺麗。割とこっちの方は晴れてるんで景色良さそうですね。そして平久保エリアまでやってきました。もう本当に最北端の端っこの方のエリアでございます。でこの東大入り口を入って1キロちょっとで駐車場でございます。でそっから、ちょっと歩いたら灯台があります。なんか去年よりも今年の方が草が伸びてるような気がする。やっぱ若干道幅狭くなってる気がするわ。草が伸びてますね。来たー、もうちょっとで到着です。なんかいる。なんこれ、小鳥全然どかない。ちょっと赤ちゃん。おツバメ。ツバメの赤ちゃんじゃない。可愛いけど怖いわ。怖い可愛い。初めて見た。あんな道路にさ。今は朝9時半で、駐車場が車椅子マーク込みで、5台か6台かで、ここにはここまで来れば自動販売機とトイレがあるんで、手ぶらで来ても一応なんとかなるっちゃなんとかなるかなっていう。ということで到着しました。平久保崎灯台。いつもこのアクションカメラ車に固定してさ、ずーっと車に設置して放置してたけどさ、こういう使い方もできるっていう、今思えばすごい。風がやばいね。何回来ても綺麗だ。石垣島最北端、石垣島最北端平久保崎灯台。
10時くらいということもあるんですけど、思ったよりも人がいました。いや、こうやって見るとすごい場所に来ていますよね。恋する灯台に認定されました。石垣ベンチプロジェクト。このハートと灯台と、いい感じだね。ここは何回か来たことあるんですけど、今日が一番ね、天気が良くて、かなり海も綺麗に見えました。今思ったけど、いつも自撮り棒に iPhone 設置してこうやってインカメ風に撮ってたんですけど、こっちの方が軽いからいいね。アクションカメラとこのスティックの方が適してるわ。すごい。こんな開けてたんだこっち。なんかさ、崖っていうか急斜面だけど、なんか一応道っぽくなってるよね。物理的に行こうと思えば行けるけど、こっから下ってって海行く人もいるのかね。素晴らしい。よかった。今年も天気良くて、やっぱ梅雨明けがいいですね。6月の終わりぐらいが、一番穴場ですね。それが7月1週目が無難かもね。8月入っちゃうと暑すぎるのと、人も多いし、物価も上がりそうですね。ホテル代もめっちゃ高くなってそうなんで、ホテル代とか、あと飲食店予約しやすいとか、コスパトータルのコスパで考えたらやっぱ6月の終わりくらいが一番いいですかね。ほぼほぼ梅雨もね明けてると思うんでね。ありがとう。平久保崎灯台、すごい混んできたね。どんどん車が入ってくる。すごいタクシーで来る人もいるんですね。石垣島の最北端からの、南下しながら、ビーチ巡ったりとかカフェ巡ったりとかして観光とグルメを堪能していきます。やっぱこの最北端からスタートするドライブ旅っていうのもねめちゃめちゃおすすめです。今日ちょっとね、もともと離島ターミナルっていうか離島行く予定だったんで、もうすでに10時なんですけど、朝一で最北端観光をするなら早起きして、8時半とかには着くような感じがいいと思います。駐車場がね台数ないんで、着いたけど車が止められませんみたいな可能性はあります。って考えると、人が来ない時間帯に来た方が無難だとは思います。平久保サンセットビーチ、当駐車場は営業時間以外ご利用できません。朝9時半から4時まで。いや、料金がかかるわけではないです。無料で止めても大丈夫そうですね。すごい。めっちゃロケーションいいね。これイストパラソルはレンタルみたいな感じなんですかね。マリンアクティビティ1人5000円。いやー、ここはちょっと初めて来ましたね。これなかなか穴場スポットじゃない？めちゃくちゃ穴場じゃん。誰もいない。入り口がパッと見ホテルっぽい入り口なんですよね。入っていいのかなみたいな入り口なんで、車で入るのね一瞬ためらうからみんな通り過ぎちゃうのかなっていう。いやー、いいね。ちょっと入ろうかな。平久保崎灯台はあっちか。北側はさ風めっちゃ強かったけど、ここは穏やかっすね。全然風がない。すごーい。いや、離島感あるわ。やばい、今年初めての海。冷たい。あとめっちゃ沈む。この辺だったらクラゲとかもいなそうだしね。でもすごい、これめっちゃ沈む。割とふかふか系のビーチだね。結構足持ってかれる感じのビーチ。いやー、いいね。この離島来てる感あるわ。ここだけさビーチの形が独特。ここいいね。すごい独特。ここだけ浜ができてるわ。いやー、これ夕日のサンセットビーチだっけ。名前が確か平久保サンセットビーチだった気がする。確かに良さそう。夕方。平久保サンセットビーチはさっきの灯台から車で5分くらいの場所にあります。ここはね初めて来たんですけど、めちゃめちゃ雰囲気良かったっすね。あと人も全然いなかったんで、穴場ビーチと言いますかね。海も綺麗でね、ビーチの雰囲気も良くて、あとキッチンカーでねコーヒーとかね買えたんで、そういうのも良かったっすね。楽しい。平久保サンセットビーチいいですね。今思ったけど、サンセットビーチだけどさ、夕日の時間帯駐車場入れないっていうね。4時で閉まっちゃうから、日の入りが7時半とかなんで。ということで、ちょっとお腹減ったんで次はカフェに行って食べますかね。今年もやってきてしまいました石垣マーケッツ。でも場所がちょうどいいんですよね。なんだかんだ来ちゃうよね。
入店しました。めちゃめちゃおしゃれな内装でフォトスポットもあります。パンケーキが人気のお店です。営業時間は10時から17時でございます。最初の1時間だけ朝ごはんメニューでこちらがあります。今回はせっかくなのでなんだかんだ食べたことがなかったガーリックシュリンプとパンケーキを注文しました。このお店から海がね見えるので窓側の席も人気なんですけど、今回はソファーの席にしました。パンケーキの提供まで2、30分ほどかかるらしいので記念撮影とかしてね待ちました。やっぱあれですね、今日の朝の時点だと10時37分で急に変わって、ホテルも全便欠航で、上原港も夕方だけ欠航ですね。朝は行けるけど帰ってこれないっていう風になっちゃって、で上原港が欠航だった場合は大原港までバスで行って、大原港の方が運航率は高いんですが、大原港ですらももう4時5時台全部×になってますね。欠航キャンセルしてよかったね、危なかったわ。竹富島ですらも5時台は×になってますね。4時5時台はもう全部×になってるわ。行けるけど帰れないが一番怖いね。アイスカフェラテマジこの雰囲気めっちゃいいわ。そして待つこと数分、ガーリックシュリンプが出来上がりました。めちゃめちゃうまそう。そしてフォークやね水とかはセルフサービスとなっております。からのめちゃめちゃいい匂い。熱々のうちに早速いただきます。いや、ここのガーリックシュリンプね、今まで食べたところで一番美味しいかもしれません。言うてね3店舗くらいでしか食べたことないんですけど、いやめちゃめちゃうまいっすね。久々のガーリックシュリンプうまい。すごい、全部のせ。続いてパンケーキも出来上がりました。めちゃめちゃうまそう。マンゴー、パイナップル、バナナとフルーツも贅沢に盛り付けられております。いざ実食。いや、1年ぶりか2年ぶりかね3年ぶりかにパンケーキ食べたんですけど、美味しかったっすね。なんかふわふわっすね。なんか見た目もふわふわなんですけど、それ以上にふわふわで、あっという間に口の中からなくなってしまいました。パイナップルうまいね。めっちゃふわふわ。一瞬でなくなったね。いやー、パンケーキうまかったな。あの組み合わせが良かったね。ガーリックシュリンプとパンケーキで、両方うまかったわ。石垣マーケット、入場料大人1人1200円、朝9時半から5時まで、最終入場は4時半で、去年ここの鍾乳洞朝一で来たんですよね。9時台に来たのかな。多分1組目の客が俺らだったのかな。洞窟の中にコウモリがいて、全然気づかなくて奥まで進んでて、バサ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 みたいな、あれはあれでなんかね取れ高があったというか。で今日はもう12時過ぎてるんで、お昼過ぎだとどうなんですかね。危ない、駐車場ギリギリ。いいね、亜熱帯感があるわ。チケット売り場に到着しました。ここでチケットを購入してから中に入っていきます。大人1人1200円でございます。ということで早速サビ地道を観光していきます。サビ地道は日本で唯一海に抜けることができる鍾乳洞でございます。約2億7000万年前の海底隆起で生まれたと言われております。鍾乳洞は20分ほどで往復ができ、手軽に観光できるのも人気の理由の一つでございます。子宝の子だ。去年さ、あれじゃない？去年ここでめっちゃコウモリいたんだよ。本当だ、コウモリいるわ。いた、飛んでるわ。そこ、でもカメラじゃ映んない、暗くて。暗闇の中に逃げてったわ。いや、涼しいね。いや、こういう涼しいスポットも歩いた方がいいや。ずーっと外いるとね、暑すぎて危ない。スレスレ。びっくりした。今コウモリとすれ違った。今すれ違ったよ、コウモリ。すごい。こんな感じなんだね。この奥は立ち入り禁止。なんか雰囲気あるね。
海まではだいたい15分20分くらいらしいですね。すごい、ここ幻想的だね。あ、この先抜けたらあれじゃない？外ビーチじゃない？え、あれさ、ヤシガニじゃない？え、これ生きてる？これ前回頭ぶつけたんだよな。急にめっちゃ低いからね、ここ。おお、なんか低くなってる気がする。あ、すごい、めっちゃ神秘的。結構いや、やっぱ綺麗だね、海が。干潮時間見間違えてたな。今日昼ぐらいが干潮だと思ったら全然違ったね。なんかめっちゃ木落ちてる。でもなんだかんだ見たことないからな。あ、これハブに注意ってあるわ。ハブに注意がなんかもう木の根っこで召されてる。この先キノコ岩で2022年4月1日に浜崎あゆみの楽曲ミュージックビデオが撮影されました。7月1日リリースの曲のミュージックビデオが撮影された。干潮じゃないと渡れない。干潮ではないんですけど、サンダルできてるんで行けるだけ進んでみます。パッと見最初はためだったんですけど、満潮じゃなければ、サンダルだったら全然膝下なんで行けましたね。すごい。これのことか。おお。膝上までズボンまくれれば、ハーフパンツとかだったら全然大丈夫。鍾乳洞を出て右に曲がって進んでいくと先ほどの場所で、左に曲がるとですね、ビーチがあるのでそっちにも行ってみます。すごい。これなんか祀られてますね。これいい感じの道。お、綺麗だね。来たー、ビーチ。あ、眩しい。いや、いいな、このプライベートビーチ感があっていいね。こう想像以上にいっぱいいる。何これ、ヤドカリがなんかたむろしてる。すごい、なんかみんな一箇所にさ集まってきてない？何してんだろう。すごい、みんな集まってきた。ほら、喧嘩してる？なんか取り合ってない？なんかビーチの奥まで歩いていくと、こんな感じの離島感あふれる素晴らしい景色になっております。最初に行った平久保崎灯台はめちゃめちゃ強風だったんですけど、この辺はね、割と風と波も穏やかでね、なんかゆったりとした時間が流れていました。すごい、じっとしてるとめっちゃいるね。ここにもいるわ。足を膝上までまくって歩いてたら、もうこの数分で右足も左足も5箇所ずつぐらい蚊に刺されて今真っ赤になってます。めっちゃかゆい。ということで次はもうちょっと南下したところにある人気の展望台があるんで、その近くのカフェがね、バーガーとかカレーとかね、美味しかった気がするんでね、ちょっとそこで続いてまたもや石垣島グルメタイムにしますかね。これなんだろう、うまそうじゃない？この魚、タイ。どういうこと？こんなところにメガネの忘れ物。いやー、戻ってきたね。いやー、暑かった。いや、でもやっぱ楽しいですね、離島旅は。旅行してるわーみたいな気分になりますね。パイナップルジュースあって、ちょっとここでフルーツ休憩しますか。これなんすか？ミニマンゴへえ。ー1500円。これとマンゴーどっちが美味しいですか？ミニマンゴーが美味しい。ということで早速ミニマンゴーいただきます。めっちゃマンゴー勧めてたのにさ、どっちが美味しいですかって言ったらミニマンゴーの方が美味しいって言ってたよね。確かにミニマンゴーね、めちゃめちゃ美味しかったのでおすすめです。そして録画ボタンを押すの忘れてて撮影できてませんでした。来ました、玉取崎ゲートウェイ。あ、ジューシー食べるのもありだな。焼きそばもありですね。ハンバーガーと牛すじカレーがなんか美味しかった気がするんだよね。今年もカレー食べるのありかな。で、駐車場はこんな感じで広々としております。大人気の展望台ということで入店しました。こちらのお店でバーガーとカレーをいただきます。めっちゃ涼しい。そして待つこと数分、石垣牛バーガーと牛すじカレーがやってきました。いやー、いいですね。このシンプルなね、ザ・ハンバーガーみたいな見た目のね、こういうのが一番うまいですよね。そして牛すじカレーはこんな感じでございます。
まあ見た目はね普通のカレーっぽいんですけど、この味がマジでねめちゃめちゃうまいので、まあ玉取崎展望台らへん来た時はねぜひ食べてみてください。まあジューシーとかね他のメニューも気になったんですけど、まあ結局ねまた同じメニューにしてしまいましたが、まあ多分この組み合わせがね一番美味しいんじゃないかなとは思います。この分厚いトマトの酸味とねお肉のねバランスがめちゃめちゃいいんですよね。こんな感じでチーズも入っております。続いて牛すじカレーもいただきます。うまっ。やっぱなんか想像の10倍うまい。だからうまいとは思ってるけど超えてきた。でもたくさん歩いて汗かいた後に食べるとやばいね、うまさ倍増。今日は朝から食べまくってますがね、それでもあっという間に完食してしまいました。ごちそうさまです。カレーとハンバーガー食べてる間に天気が悪化してきてしまった。まあ、若干雨降ってきたけどギリギリまだ景色見えそうじゃないこれ。でもすごいね、波が高くなってきたわ。おー、でもこのいいね、この眺めが。あそこが展望台か。歩いて5分くらいで展望台なんで歩いちゃいますかね。おー、でもすごい奥の方がすごい白波。こっちやばい。めっちゃ近かった。歩いて2分くらいだったね。2分くらいで到着。めっちゃ歩いてきたね。明日飲食店全部閉店とかなってやばい。今はちょっと天気が微妙なんであれなんですけど、玉取崎展望台めちゃめちゃ景色いいんで、石垣島の北部を観光するときは一緒に観光してみてください。おすすめです。やばい、ちょうど嵐みたいなスコール。まあ一時的なスコールみたいな感じだったね。晴れ間が近づいてきた。この辺がいいね。こんな感じでちょっと離れた場所から撮るとなんかねいい感じの雰囲気で撮れました。ちょっと待っててよかったね。シークワーサー沖縄限定ファンタ、これマジでめっちゃうまいのでおすすめ。次の観光スポットにやってきました。だいぶ潮が満ちてるね。行くだけ行ってみましょう。吹戸川マングローブ群落。さすがに満潮の時間帯なんで歩けないっちゃ歩けない。吹戸川は全長 2.2 キロの河川で、海と淡水が混じり合う汽水域に広大なマングローブが広がっている。マングローブはこの汽水域に、生息している植物の総称。オヒルギと八重山ヒルギなどのヒルギ植物が群落を形成している。干潮だともっとねあっちの方まで歩けるんですけど、だいぶ今水位が上がっちゃって、2メートルくらい変わるんかな、1メートルくらい変わるのかね。もっとねこの辺まで引いてるとあれなんですよね。ここは細い川になって、そうすると歩けるところにね、名前が出てこない、なんだっけ、魚とかカニがねいるんですよ。片手だけ爪がでかいカニとか、塩招きだ。あとこれ、いた。ほらこのぴょんぴょん跳ねてるやつ。いける、ギリギリいけるわ。台風の影響がどこまで来るんだろうな。結構それたんですよ台風が。宮古島のもっと東の方までそれるんかな。でも前日で、台風が近づく前日でこれって考えると明日やばいのかもしれません。干潮だとあっちの方までずっともうちょっとね歩いていけるんですよ。であの辺にめっちゃいるんですよね、カニとか塩招きとかいっぱいいるんですけど、こっちもいるのかな。満ちてる時間はいなそうだね。すごいなんかザ・マングローブって感じで、なんかねこの葉っぱがちょいちょい黄色くなってるのは、本当は植物は塩水を吸うとね枯れてしまうんですけど、なんか毒素を逃がすんだっけな。この根っこの部分でろ過しきれなかった塩分を古い葉っぱに集中させて、この木全体を塩から守っているらしいです。なのでこの一部の葉っぱだけに塩分を逃がしてるらしくて、この黄色い葉っぱを舐めると塩辛いらしいですね。ちょいちょいね動画のオープニングで使ってるこんにちは鼻炎ですみたいなシーンは、ここで撮ったシーンをオープニング映像にたまに使ってるんですよ実は。これクラゲのさ残骸じゃね。今から潮が引くのかな、流れが速いのかな。
このビーチの雰囲気もいいね。去年はここでねツアーやったんですよね。サンセットからナイトカヌーみたいな感じで、日が暮れる時間帯からサンセット、あの辺でサンセット記念撮影してからので、日が暮れてから夜こっちマングローブカヌーで進むみたいな、結構ねおすすめです。3、4時間くらいかかるんですけど、がっつり楽しみたい方におすすめのアクティビティですね。でなんか昔はなんかここがもうちょっと深かったのかな、もうちょっと深くて、今はこうなんか砂というかさ、こう堆積してって、なんか今浅くなってきてるらしいんですけど、なんか20年前だか30年前だか、ここから子供の時飛び降りてなんか泳いで遊んでたみたいな聞きましたね、昔ツアーの人に。いやーめっちゃいい。そして、夜ご飯のお店予約できましたので、一旦市街地に戻って、でちょっと休憩したら夜ご飯にしようと思います。そして夜ご飯のお店に向かっております。ここは何ていうのかな、旧市役所通りをまっすぐと進んでいっております。あさって東京に帰るんですけど、明日の飛行機が午後だけ欠航になってて、ってことは明日がやばくて明後日は大丈夫っぽいのかな。あとはまあ石垣島の夜ご飯は基本的にも全部事前に電話して予約した方がいいですね。飛び込みで入れるお店はほぼないですかね。うまそうなところが。英子鮮魚店ということで、海鮮グルメを求めてこちらのお店にやってきました。まず最初に注文したのはお刺身盛り合わせでございます。これがナポレオンって何なの？あとはマグロ系が多かったんですけど、個人的にはシンプルなね、キハダマグロみたいな刺身が一番美味しかったです。続いてお寿司5貫盛りがやってきました。こっちが2倍で、こっちがチヌマンです。チヌマン、チヌマンはカワハギの仲間ですね。2倍はハタの仲間です。マグロハラゴなんだって。個人的にはマグロのハラゴが一番美味しかったです。一品料理も気になったんですけど、後で街ぶらしてちょいちょいね食べ歩きとかしたいなと思ったんで、この辺でお会計にしました。ドリンク、席料、お寿司、お刺身で4660円でした。刺身とお寿司食べてからのちょっとまた市街地らへん、フェリーターミナル付近に車止めて、ちょっとブラブラ散歩しつつ、なんかスイーツ探しますかね。石垣島にいる間はもうね、グルメとスイーツをもう行けるだけ食べようっていうね。でまたフェリーターミナル付近やってきました。やっぱあれですね、この5時台後半から6時台にかけてやっぱ交通量がすごいわ。ということで、ここの駐車場に止めて歩いて散策します。ここ1時間100円だからめっちゃいい。フェリーターミナルまでも歩いて近いし、でこの市街地の繁華街っていうんですかね、飲食店いっぱいある通りも歩いて近いんで、めちゃめちゃ立地がいい。しかも100円。この離島ターミナルの駐車場も1時間100円。夜は1時間ごとに50円。さすがに今日は船が欠航しまくってるんで、第一駐車場も空いてますね。夕暮れな離島ターミナル。ここにサーターアンダギー売ってるお店があるんですけど、6時で閉店しちゃってるかな。あったら食べたいんだよね。意外とサーターアンダギー売ってるお店ないんだよな。これ神社なの？店のオブジェじゃなくて普通にこれ神社なんだ。モーモー神社。穴場スポット発見。これ危ない。これなんない、金ついてなかったわ。これじゃない、これビリケンさんじゃない？ビリケンさんオマージュ。この通りあるかなと思ったけど意外とないね。一旦元気シェイクかね。でこの突き当たりに昨日の夜ご飯で食べた輪島商店があります。夜の方が映えるな、この辺は。ということで、デザートに困ったらとりあえず元気シェイク。きたー。マジうまい。今日もやってきてしまった。夕暮れなもん。こんなとこにあったんだ、ポスター。バニラデリのアボカドわさびバーがマジでめちゃめちゃうまいんでおすすめです。こういうなんか食べ歩き系でこれでアンダギーがあればめっちゃいいので、T シャツもいいけどシャツもいいかなと思ったんだよね。ゲッチュ。
ついに新しくお土産ドンキができたらしいんで、ちょっとお土産ドンキ見てこよう。でもなかったよね去年。多分最近できたよね。 Welcome to お土産ドンキ。1日フリーパス1 day、 5日道草パス。5日間これ乗り放題でぐるぐる回れるみたいな。でも八重間村とか行けんな。宇佐木ビーチ、カビラ公園、最北端エリアとかは行けないんだね。で今日行った場所は行けないんだ。ということで一旦買い出ししてホテルに戻りますかね。日本最南端ファミリーマート。風呂入って洗濯したんで、意外とまだ体力残ってるんで夜のドライブじゃい。まだね夜の8時40分ぐらいか。普段さこう飛行機で旅行してる人とかってさ何時寝てんだろうね。いつも旅行の時は何時くらい寝てますってね、ちょっとコメントでアンケートみたいなの取ってみたいよね。一人旅とかだとさやっぱ秘境スポットとか巡る時って朝早いからさ、もう8時とかで寝ちゃうんだよね。8時とか8時半に。でもホテルチェックインするのがもうさ4時とか5時にチェックインして、で飯食い行ってで戻ってきて寝るみたいな、風呂入って寝るみたいな感じだから、この時間寝てる時あるからね。平均的に何時なんだろうな。やっぱ12時くらいまでさ飲んでるみたいな人多いのかな。旅行先で8時とか9時に寝る人ってあんまりいないのかな。ということで先ほどブラブラ散歩してたところまでやってきました。でこの右手にあるのがさっきのお土産ドンキ。夜になるとねやっぱまた雰囲気違いますね。たくさんの人たちでにぎわっております。にぎわってるというか、それなりに人がいるって感じかな。まだこの9時ぐらいまでだったら全然人いますね。店もやってるし、これ飲み屋さんとか、私はお酒飲めないんでね。やばちょっと立地が良すぎてさっきのところは満車でしたね。ということで離島ターミナル、明日全便欠航だけど結構車止まってるってことはもう昨日とか一昨日からもう3泊とか4泊で西表島に滞在してる人とか多いんですかね。全然逃げなくない？これ三崎町っていうのかな。大利通りなんていうのこれ、大利通り。夜9時過ぎの石垣島市街、涼しくて快適でした。あと結構ね飲食店もやってますね。これからの夜食を求めてたこ焼き屋さんにやってきました。ロシアンたこ焼きやる。ロシアンたこ焼きは下だね。当店は一切の責任を負いませんって書いてあるから、ロシアンたこ焼きって頼む人いるんですか？でもなんかその酔っ払っていけるみたいな。遊びでみたいな。何が入ってるんですか？デスソースです。危ないですね。危ないです。シラフで食べるやつ。シラフでやるやつじゃないです。ということで人気ナンバーワンのソースマヨとてりたまを注文しました。でも結構風が出てきたね。たこ焼きゲッチュー。たこ焼きをゲッチュしてからのちょっとね久々にラーメンでも食べようかなということで、このマックスバリューがあるエリアまで戻ってきました。でこの通りに鶏白湯のラーメンがあって、で昔は豚骨醤油とか好きだったんですけど今はもう辛味噌か鶏白湯しかラーメン食べなくなってるんですよ実は。どうでもいい情報なんですけど、で鶏白湯のこれじゃない、ほら鶏ラーメンで P って書いてあるからこれが駐車場ってことでしょ。私やってるかどうかわかんないんだけど、駐車場がここで店はまた別の場所なのかな。やってないんかーい。こんなこともあろうかとさっきマックスバリューで買った沖縄そばとたこ焼きで夜食タイムにします。ということでホテルに帰ってきました。とりあえずたこ焼きを食べよう。たこ焼きを食べてまだいけそうだったら沖縄そばも食べようと思います。この左がこれが、てりたまで、これがソースマヨ。パッと見ねこのソース色一緒なんですけどちゃんとこれ味が違うんでね食べ比べしたいと思います。とりあえずてりたまからいこうかね。いただきます。もちもち系だね。今日めっちゃ食ってるな。でも割と今日は歩いたのとやっぱなんか汗かくと腹減るというか、なんかめっちゃ食える。うまい。夜食にいいね。でこれがソースマヨ、王道の味付け。ソースマヨもうまいね。今の気分だとこの王道の味付けというかソースマヨも美味しいんですけど、夜食って考えるとてりたまかな。この卵も乗ってるからね、これがいい。久々に食べたなたこ焼き。昔はね
一時期週1でタコバとかしてたからな。そしてたこ焼きのお供は元気カフェ。石垣島旅行は毎回元気に洗脳されてるけど実際うまいんだよね。そう、こんななんか社訓みたいなの書いたんだね。ちょっと思ったより足んなかったんで、先ほどマックスバリューで買った沖縄そばいただきます。でこれもなんか割とねちゃんとした沖縄そばなんでうまそうなんだよね。からの先ユーグレナモールの市場お土産屋さんで買った塩サーターアンダギー。揚げたてを1回食べちゃうと揚げたてがうますぎてちょっと時間経ってるんでね、こう作り置き系はあれなんですけど、でも言うてうまいということでできました沖縄そば。スーパーで買ったといえどもね、割とうまそうだよね。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。ちゃんとしてそう。めちゃめちゃ麺硬いけど大丈夫かな。一応レンジで4分とかだったんですけど。いただきます。飯テロだ。今日は飯テロ。いや昨日も今日もマジで1日何食食べたんだろう。1回1回がそんなに量がないんで、2人でシェアしてるからっていうのもあるんですけど、なんかめっちゃ食ってるわ。いろんなとこで。ちょうどいい。夜食にちょうどいいわ。あとお肉も入ってます。麺は麺はちょっとね、昨日の店がうますぎたな。言うとこの麺もうまいけどうまっ。夜食といえばもう粉もんか麺類が最強だ。からの密かに買っていたアイスをいただきます。マジで食べ過ぎてやばいね。元気シェイク飲んだのに夜食からのカフェオレ、ブルーシールのカフェオレ。今回3泊4日だからさ、3泊4日で今日2日目でこのペースで食べてたらめちゃめちゃ太りそうだ。で沖縄来たら食べたくなっちゃうんだよねこれ。ほろ苦さもあってうまいね。やばい、朝からがっつり。やばい、びしょ濡れ。ここになんかめっちゃお金が置いてある。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。